皆さんアロハ皆さんの2出身会の励ましになりたいラウレアタイムズです。イエイ。ははい、今日もメインパーソナリティ務めます三浦しおりと瀬野和也でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。第27回になりましたね。はい、もうここまで突っ走ってきましたね。ね、もう本当に年末もうすぐ2021年がね、終わりますね。ね。もう早すぎる。早すぎるね。そんな今日もねスペシャルなゲストが来てくださっています今日のゲストはゆいほです。イエーイ。お願いします。じゃあゆいほ、じゃあちょっと軽く自己紹介を。はい、ニーホープ横浜の森川ゆいほです。あとなんだろう。じゃあ今なんか何してるんですか？そうだった今大学3年生で大学で看護を学んでます。看護師の卵ナースエッグですね。はいはい。ナースエッグ。ナースエッグ言う言うよね。聞いたことない。なんか食べ物にナスエッグ。うちは結構言ってたんだけど。あ、そうなんだ。はいそうなんだね。まあということで、クリスマスがもうすぐ近くまでやってきましたけれども、そうですね。なんか最近嬉しかったことありますか？最近嬉しかったことは日曜日に私教会の人たちと毎週ハンガーアウトいつも一緒に過ごすんですけど、そこに妹が来てくれて、私の友達と妹がつながってくれたことがめっちゃ嬉しかったです。それは嬉しい。いいですね。いいちゃんね。嬉しい。私も初めて会いました。日曜日。初めてか。初めて会った。僕実は2回目なんですよ。そう、写真撮ったもんね。そう、そう今年は成人式の写真をね撮らせてもらいまして、ずいぶん前の気がするけどね、あれ今年なんだね。そうだね、今年の初めにね。そう、この間そのひーちゃんに久しぶりに会った時にマスクしてるからさ、ちょっと1回しか会ったことないから分かんないね。挨拶の仕方であの人だって。分かった。どんな挨拶の仕方してるんだろうね。こうやってやるって言ってたよ。そっちか。確かによくやってる。そっちなんだ。声の大きさとかそういうなんか挨拶の感じ方とかまさかの姿勢なんですね。そっちですか。やってる。やってますか。自分のこと気づかない。勝利は嬉しいこと。最近そうですね。最近クリスマスプレゼント教会でなんかそういうねみんなで集まってプレゼント交換とかもやったんですけど、いろいろクリスマスプレゼントもらったんですけど、そのうちの1個に私こう見えて結構コスメ好きなんですけどめっちゃいい今まででもう最高級のコスメのグッズをちょっともらって、別にそんなすっごい高いわけじゃないんだけど、ベッキープロデュースのなんかもう成分が2つしか入ってないっていうオイルで、もう化粧水とかもなくそれだけで済むっていう、めっちゃもう今肌の調子いいっていう。成分2つって自分で作れるじゃん。そうかもしれないね作ってるのか分かんないけど。和也は僕はそのさっき今年はゆいほの成人式の写真を撮らせてもらったっていう話をしたんだけど、今年はね今までで一番ファミリーフォトとかそういう成人式の写真とか撮らせてもらって、そうだね、新潟にも結婚式撮影しに行ったりとか、どんぐらいいたのかな、なんか思い出せないけど多分20組以上はいると思うんだけど、そういう人たちがその家族にとって嬉しかったりとか、クリスマスカードとかに使ってもらえて、なんかその人たちだけじゃなくてその人たちの友達家族にも祝福がね流れるっていうことに用いられて、めっちゃ嬉しかった。嬉しいですね。嬉しかったね。そう今日も実はこの撮影前にねそう今年最後のファミリーフォトの写真を撮らせてもらって、いや本当に感謝でございますね。はい、嬉しかったね。いや嬉しいことがたくさんありますね、このクリスマスね。でまた嬉しいことをこうやって数えられるのも感謝だなと思うんですけれども、本日のゲストゆいほもですね、私にとってはすごい嬉しい存在なんですよ。たくさん一緒にミニストリーもしてきたし、たくさんお家にも遊びに来てくれていつもバイクを飛ばして来てくれて本当にありがとう。今日もラウレアタイムズに参加ゲストで来てくれて本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
で皆さんもちょっとねUFO のことを知ってる人もねいると思うんですけれども、 UFO がなんで教会につながったのかっていうのをちょっとあんまり知らない方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、確かに、はい、話そうと思うと長すぎて自分の中でも言葉にするの今回がなんかあれ初かもみたいなマジプロセスで、この教会につながるきっかけだった証みたいな、ね、証をなんだろうな、その短い時間の間の起きたことを人に伝えるっていうのはちょこちょこやってたけど、全部のプロセスを振り返って最初からその幼少期の時からこういう子でどういうとこ通ってっていうのを自分の中で言葉にしたのはこれが初めてですごい自分にとってもいい整理の時間になったかなと、真ん中整理できたかなと思う。よかったそんな UFO なんですけれども、クリスチャンになったきっかけっていうのはきっかけを取り上げると、私がカナダに留学してた時のことで、その時に教会につながってそこでイエス様を受け入れたっていうのが私のすごく短い証なんですけどでもそもそもカナダにはなんで行ったの？カナダに来たかったのは、私もともと高校生の時に国際協力をしたいっていうなんか夢みたいなのがあって、そう今とは全然違うんだけど、なんか国際協力を通してなんか社会に貢献することがしたかったみたいな、そういう高校生で、なんか英語も好きだったし、で夏にカナダに留学行った時にここに来たいって思って両親に言ったら行かせてもらえてっていう、すごい恵まれた環境だったなと思います。それでカナダに行って、でどんな感じで教会につながった？そこ私が高校留学してた高校に日本人とフィリピンじゃないよインドネシア人の、日本とインドネシアのルーツを持った女の子がいて、友達がいて、でその子に教会誘われて、教会のバレーボールナイトに最初はつながったんだけど、それが土曜日でその次の日曜日も一緒に来るって言われて、もう何のためらいもなく行くって言って、もうそこから毎週行くようになっちゃって、そこに全然本当になんかめんどくさいなとかためらいも全くなかったのは、私がミッションスクールに行ってたっていうバックグラウンドがあって、そう中高4年間かな、で毎日礼拝とかしてたから懐かしいなっていう感覚で行ってたし、なんなら神様もいると思ってたから、その時から、なんだろうな、違和感なく教会に行って教会で話聞いて、聖書って面白いって、もっと深く知りたいっていう風に思ってた。すごい純粋な心を持ってたなと思う自分でもそう思う、シンプルにね。そうシンプルにそう思う。じゃあなんか別にこう教会に来てイエス様を信じますかみたいな、イエス様信じたいって本当にもうなんかK 達成とかも思わずにそう聞いたことあるぞ有名な K 達成もなく全然普通にイエス様信じたいって思ってイエス様を信じるってことそうだね。もう何よりも教会にいた人たち、周りのユースたちがもうすごくキラキラしてて、よく言うけどなんか教会の人たち雰囲気違うとか、なんかあったかかったとか、そういうのを私もすごい感じて、すごく居場所だったんだなって思う。留学してた時そうだね、日本のそのルーツもある教会だったし、英語も学べるし、ネイティブの子たちが友達でいるから英語も学べるしってとこですごい自分の居場所を見つけてたんだと思う。救われたのは多分行ってから3ヶ月後ぐらいで、本当に早かったんだけど、洗礼受けるのは親のあれもあって、親の反対もあってちょっと待つってなって1年間待ったんだけど、で向こうで2年間クリスチャン生活だった。イエス様を信じるきっかけを考えるときに、私さっきちょっと言ったけど、幼少期まで遡って自分がどんな子だったのかなって考えたんだけど、なんか思い出してみれば自分はすごく優等生として
生きてきてたんだなと思って、優等生でいることに価値を持ってたし、何かができることとか人とは何か違ったことをすることとかビッグな将来を思い描くこととかがやっぱ生きがいで、もう本当に小学生の時から多分中学受験とか経験してたからかなの時から、失敗しないようにとか親に褒められるようにとかそういうことを考えながらいろいろ頑張ってたんだなっていうふうに思った。で両親はあんまり仲良くなくて、その物心ついた時からすごい家の中で争ってたのを覚えてるんだけど、なんかだからこそ母にも今は母と住んでるんですけど、母にも困らせないように、私が長女としてしっかりしなきゃとか、あとは妹のことをその両親の喧嘩してる時なんかかばるっていうか、なんか気づかないように部屋に連れてったりとか、なんか自分なりにやってたなっていう風に思ったね。ででも自分の中ではやっぱりネガティブな感情っていろいろ湧いてきてて、なんか両親が仲良くないって今考えればもしかして世の中で普通のことなのかもしれないけど、子供なりにそれってちょっと恥ずかしいことなんじゃないとか、なんか友達には相談できないことかなって自分で思ってて、で小学 4,5 年生の時かな、なんか自分がその喧嘩を見た時に何もできないけど、でもなんかこのモヤモヤした気持ちどこにぶつければいいか分かんなくてなんかメモ帳の裏に1個嫌なことあると死にたいって書いて、で学校とかでも嫌なことあると家庭に持ってこれないからそこでも死にたいって書いてみたいな、でメモ帳の最後のページがいっぱいになるぐらい書いたんだけど、でもそれって自分が本当にそう思ってやったんじゃなくて、気づいてほしかったよね、誰かにその痛みを知ってほしかった、理解してほしかったし、気づいてほしかったんだなっていうふうに思ったね。あと小学生の時になんか私優等生って学校でもそうやって演じてたけど、仲良かった友達の上履き隠しちゃって、でその周りから見たらまさかなんかあの子がみたいな多分子だったからびっくりしたと思うんだけど、なんかそれはその子がいつも笑って楽しそうにしてる姿を、すごいポジティブな子ですごいムードメーカーな子だったんだけど、なんか私が笑えない時にその子の笑顔を見るとすごい嫉妬しちゃってて、なんかそう本当に心から笑えない自分がそうやって表にその感情を出すことができなくて苦しくてやってしまったことだなと今考えて思うね。でそんなこんなで自分の悲しいとか苦しいとかいうネガティブな気持ちを抑え込んだまま生きてきたもちろん楽しいこともいっぱいあったんだけどね、そのネガティブな気持ちとかあんまり素直にこう家族とかに明かすような感じの関係性じゃなかったのかなっていうふうに今考えると思う。でその受験したって言ったけど、中学に入った時そこがミッションスクールだったんだけど、入学式で校長先生が言った言葉がすごい私を一番最初に神様に引きつけてくれたことだなっていうふうに思うんだけど、そこの校長先生があなたたちは自分の努力でここにいると思っていることでしょうみたいな。だけどそれは一部分間違ってて、神様が一人一人を選んでここに置いてくださってるんだよっていう風に校長先生が入学式の舞台挨拶みたいなので言ってくれたのをすごい覚えてて、その時も私はもう受験失敗したらやばいと思って死に物狂いで勉強したから勝ち取ったぜみたいな気持ちでそこにいたんだけど、そうなんだ、そうかもしれないと思って、なんか神様は私以上に大きなビジョンを持って私をここに置いてくれてるんだっていうのをなんとなく感覚的に感じた一つのエピソードだったかなと思います。なんかイエス様はその後クリスチャンになってそのネガティブな感情とかっていうのを優等生にならなきゃいけないっていう、そういう幼少期にね思ってた思いっていうのはなんか変わったりとかあったの？なんか今でもね、なんかもちろん同じ人だから、なんか180度コロッと変わって優等生でいなきゃいけないプレッシャーみたいなのもう感じなくなったって言ったらそれ嘘になるんだけど、でも
でも少しずつ私のできない部分も受け入れられてるし、もうそのままで愛されてるっていうメッセージをもう受け取ることができるから、なんかもうできない時とか失敗する時とか、そうだね、自分の実力が足りない時とかもそれをそのままで受け入れることができるようになったかなと思う。それをなんか変にプレッシャーに感じたりせず、もう本当にそのままでいい、なんかすることじゃなくてそういることに対する価値っていうのがどんどん大きくなっていって、またそれを他の人にもぜひ感じてほしいって思って生きるようになったかな。なんかこうイエス様イエス様に出会って救われて、また日本に帰ってきて、こうちょっとこう反対的だったお母さんとか、あとまた一緒に暮らすことになったりとかっていうのがあると思うんだけど、その中でのちょっと葛藤がね、まあ吉田がよく言うのもね、そこに葛藤があるっていうのを聞いてたんだけど、そこをちょっとシェアしてもらえたらなと思って。そうだね、まず帰ってきてからやっぱりギャップがあったんだよね。私が感じてたこうなるだろう、受け入れられるだろうみたいなすごい軽い気持ちで帰ってきて、私は何も変わってないと思って帰ってきたから、なんだろうな、こう内側は変わったけど母からの扱いとかあんまり母からどう見られたか気にせず帰ってきたけど、やっぱ母にとっては大きなギャップを感じてて、多分大変だったと思う。で、私が結果的に感じたのは、母からの拒絶っていう感じだったんだけど、なんか家の中では宗教にのめり込んでるから、なんか UFO は家族の恥だみたいなとか、そんな娘はいらないとか言って家出されたりもしたし、なんかそういう一つ一つの経験がすごい自分の中でトラウマになってって、教会の悪口とか会ったこともない人の悪口言われるのも私すごい許せなくて、なんかその許せない気持ちとかトラウマもう傷つけられたくないとか、自分はいいとしても自分の大切な人とか神様で傷つけられたくないっていう気持ちですごい壁を作っちゃってて、でそうだね、その中でこう家族と神様との間ですごい板挟みになっているような自分を見つけて苦しかった。神様を選ぶか家族を選ぶかみたいな。そうだね、本当にそうだね。なんか家族に愛されたいなら神様を捨てる。でも家族に愛されなくてもいいっていうか、家族に愛されなくてもいいって思う時に神様に愛されるみたいな、なんかすごい対極なところにあるような感じで自分の頭の中で思ってたかな。でその時すごい苦しいじゃん、やっぱり板挟みだから、どっちか本当に選ぼうと思ってたんだけど、自分が解放されたいばかりにどっちか選びたいってすごい何度も思ったし、何度もどっちか捨てようとしたんだけど、でもなんか選べなくて、やっぱり自分が自分じゃなくなっちゃう気がして、神様離れても自分じゃなくなっちゃうし、家族離れても自分じゃなくなっちゃう気がして、なんか必死だったなと思います。なんかそうだね、私は母と妹と3人で暮らしてるんだけど、その家庭の中でもなかなかこう愛情表現とか、教会の中でこう経験するような素直な言葉とか態度とかの愛情表現が感じられないから、やっぱり家族の中では見捨てられたとか、受け入れられないとか理解されないっていうアイデンティティを強く感じてたかな。でその中でもやっぱり慰めを受けるのは神様に戻った時に、でも母からの愛情を受け取れないとしても神様は私を娘として見てくださってるっていうのはやっぱり大きな慰めだった。それはそれで本当に大きな慰めで、これしかないって思いながら聖書読んでたし教会行ってたなって思う。でもすごく同時に苦しくて、そうだよね、なんかどっか本当に苦しいけど、そうだね、苦しいけど笑ってるみたいな生活が続いてましたね。なんか私どちらお母さんが逆にクリスチャンになって先はお母さんだね、逆にね。そう自分子供たち連れてってもらってって感じだったから、逆にこうやっぱりその家族の中で
すごく一人こう信仰もし続けるっていうのは、まあ、すっごいチャレンジだよなっていうのはすごい思う、でなんかもうそこでね別にこうみんなね許してくれるって自由に羽ばたかせてくれたらそれはそれで全然いいけど、攻撃があるっていうのはある意味すごくチャレンジだなと思うけど、そうだね。リュウゴがいつもねなんかその苦しむ葛藤を持ちながらも教会で仕えてて、コミットしてる姿にすごい励まされるし、ありがとう、でもねやっぱそれでもやっぱバックグラウンドにはそういう思いがやっぱりあったんだよね。ね、なんかそれが最近まであったっていうふうに聞いたんだけど。そうだね、本当にあったね。もう今もなんか行き来してるね、その苦しいところを。やっぱり生き物だから人間はすごい波があるし、その関係性とか感情とかにも波があるんだけど、でもその中でもその自分の信じてるコアな部分が変えられたのがすごく大きかったんだよね。なんか最近そう神様が私は板挟みって言ったけどどっちか選ばなきゃいけないみたいな感じのところにいて、で神様なんでこんなシチュエーションに私を置くのみたいな、なんでそこまでして神様を選ばせるのみたいななんか感じで思ってて、神様のことあんまりこう優しいって思ったことなかったんだよねなんか厳しい試練を通して祝福を与えてくれるのは分かってたから、聖書に書いてあるから。でそこで喜びなさいっていうぐらい厳しい天のお父さんなんだなって思ってたけど、でもなんか礼拝の中でYou are good っていう賛美があるんだけど、その賛美を歌ってYou are good って自分の言葉で宣言するときに、神様って私が考えていたよりももっと優しくて憐れみ深くて、なんか傷を知っておられる方で、そこからの回復と癒しを願ってるんだなっていうのをすごい感じて、で勝手に板挟みになってた私だったけど、神様は私も私の家族もこう含めてビジョンを持って計画を持ってたんだなっていうふうに思って、まあ私と私の家族を引き離したかったのかなって、なんか一時期考えてたけど、そこまでの愛が欲しかったのかなっていうか、そこまでの献身が欲しかったのかなって考えてたけど、なんか家族を私が最初に愛することが神様が与えた試練なんだなと思ったんだよね。なんか神様が私を最初に愛して、私が愛しますってこう返答応答したように、私も愛されないっていう風に何か愛されることを求めるんじゃなくて、最初に愛することができるように成長させられてるんだなっていう風に感じる、信じることができたのがブレイクスルーで大きかったかなと思う。で、そういう風に信じていくときに、少しずつその作ってた壁っていうのが、薄くなっていくのを感じられて、なんかユイホが家族に対して作ってた壁、そうもう本当にこそこそ生きてたなっていうふうに思うんだけどそうだよ本当に。でさ、コロナ禍だったから、ご飯もさ、やっぱちょっと教会行ってんのもちょっと言ってないけど、だからなおさらご飯なんていけないみたいな感じだったもんね最初は。確かに夜遅くまで出てたらお母さんにすごい疑われちゃうからみたいな感じで確かにすごい気使ってた、すごい気使ってきてたなと思うね。本当フェローシップも残んなかったしね、最初の方ね。そうで家でズームとかもさ、してたんだけど、その教会関係でね。だけどそれもやっぱり家族のことを不快にさせちゃうかなっていう配慮と、なんか変な遠慮とその壁も相まって、私は朝早く起きて外行って、そうだよね、ネットカフェでね、そうズームでしたんだよね。朝6時からのズームでUFO 家それとかネカフェみたいなそうとかやってすごいこそこそ生きてたんだけど、でもだんだんとその自分の信じてる神様のビジョン、神様のイメージが変わった時に、自分から教会のことを話すようになったし、少しずつ教会の人家に呼ぶようになったし。そうなんだ。そう妹ちゃんたちとかね私の妹たちがお世話になってそうなんだ。行ったんだ。お泊まりさせてあげたとか言って私の家でもないママの家だけど、で和也くんにもね写真撮ってもらったり、そういう少しずつコネクション
作ることに自分もオープンになれたし、このぐらいなら別に変に遠慮する必要ないんだなっていう、その距離感っていうのを見つけていけたのかなっていうふうに思う。で攻撃されることは今でもまあ怖いんだけど、こうやってやることでね怖いんだけど、でもなんて言うんだろうな、親の言うことにすごくビクビク怯えてた自分もいたんだけど、親も人間でっていうのをすごくいつもリマインドさせられて、なんか親の言うこと絶対と思って生きてきてたから、ちっちゃい時はね、ママが言うからこうしようみたいなあったんだけど、少しずつそのバランスも取れてきてるかなって自分で思ってて、攻撃されたとしてもそこにあるママの感情をもっとこうオープンにする機会になるのかなっていうふうに思うし、それって今まで私がノンクリスチャンなところからできてなかったことだから、もちろん私子供だったしね、できてなかったことだから、そういう親子関係っていうのの深まるきっかけにもなるのかなっていうふうに思って、攻撃されることに対してまあそんなに怖がんなくていいのかなっていうところはある。神様は守ってくれるし、神様はいいお方だから全て良いことに持ってってくれるかなって信じてます。家族と UFO の関係も神様にこう委ねながら、神様回復につなげてくれるんだってこう UFO 自身も信じて今、こう進めているっていう感じなんだね。そうだね、本当にそうだね。そう親も人間なんだなっていうのすごいわかる。なんか私もやっぱ実家出て、やっぱりこう親子関係、なんかそれまでは結構やっぱり親だからやっぱり許してもらえるし、なんか絶対こう受け入れてくれるみたいな、なんかそこまで思ってなかったけど、なんか今やっぱちょっと離れるとやっぱり人間同士だからちゃんとコミュニケーション取らなきゃいけないんだなって、ちゃんとこう愛情表現も必要だし、気にかけてるよって言葉だったりとかっていうのは本当に友達にはするけど家族にはしないってことがたくさんあるけど、家族でももはや家族だからこそそういう時間取るとか、やっぱ会話持つとかコミュニケーション取るっていうのはすごい大事なんだなっていうのをうちもやっぱ実家ですごい体験感じるなっていうのがすごいあるから、大人の階段登るね。君はこれからもシンデレラだよそんな後だったっけそんな後だったっけコメントください君はまだシンデレラさじゃん。まだじゃない、もうこれからも永遠に。わかる UFO。わかんない、大人の階段登るしか知らない。そう、君はまだシンデレラさ。そこか。あれあれもはや世代じゃないですかね。しおりが滑ったみたいな。ピンときてない。本当だよ。絶対分かってた人いた。絶対分かってた人。はい。ということで、はい、まあちょっとね UFO もそのでもノンクリスチャンのこう家族がいる中でこうすごい葛藤があるっていうのは、まあ、UFO もそうだしたくさんいろんな、たくさんいると思うんだよね、そういうクリスチャンの方が。でもこうね UFO もこう体験したように本当にでも神様こうもっとうちらよりももっと大きい視点を持ってて、なんかもうそこも含めて全部こう祝福したい、その中にやっぱり痛みがあるけど、苦しい時もあるけど、でもそれもでもイエス様ってなんか絶対そこをUFO じゃあ一人で頑張ってこいほいっていう試練じゃなくて、一緒に過ごしてくれる、一緒に乗り越えてくれるっていう。まあ試練はね、なんていうの、自ら受けたいですっていうのはね立候補制みたいなだけどね、なかなかもういないけど ね。でやっぱりでも本当に苦しい人間だから苦しいって思うし辛いって思うし、そういう時に素直にねな気持ちを言えば神様厳しいなって思ってしまうんだけどね、でも UFO が気づいたようにね、本当にいい方なんだよね。だから、ね、きっと UFO がそこでこう家族との難しさがあって、それはね、まあ、できればすぐにね、より良くなりたいっていうところもありつつも、でも UFO がこう家族を愛するってことを選ぶっていう選択を今難しい中でも選び、時に失敗しうまくいくこともうまくいかないこともあるだろうけどね、でもそれがその UFO と UFO のお母さんにとっても本当に
なんていうの、これからの祝福にもつながるとも思うし、またゆいほがこれからねいつかこう結婚をしてでそしてまた自分に子供が生まれてって言った時に、その相手ありきじゃなくて、相手がどうあっても難しさがあるけれどもでも愛することを選ぶことができるから、その時になってようやく本当にフルにあの時神様厳しいと思ったけど、私を本当にここまで忠実に導いてくれて大事にしてくれてたんだなってこう気づけると思うんだよね。そうでだから今、ね、そのゆうほの苦しいと思ったらね、それは苦しいところから解放されてほしいと思うけど、でもなんかいろんなことを学べて、そしてチャレンジも感じながらも、進めてて、それは嬉しいね。そうだね。でまたこうユーホがその苦しいだけじゃなくて、こうその中でも家族を愛することをこう選ぶこともこう学びつつ、今やっぱりそれは葛藤もあるけど、もうその中でも神様の優しさを体験して、神様がまず私を愛してくれたから私も家族をまず愛するっていうところに、の選択になんかもう立ったのがもうなんか神様めっちゃ嬉しくて、でなんかそこを、UFO ね苦しい思いしたかもしれないけど、でもこの UFO を通してUFO の家族森川家全体を祝福したいんだなっていうのをなんかすごいこう、私もすごい感じるっていうか、ありがとう。全体像って本当に何十年かかってやっと見えるか見えないかぐらいのね、本当に死ぬまで分かんないかもしれない。そうだよね。そうだよね。で今考えるとここまでこう上がってこれて、その苦しみのどん底から自分から愛するぞっていうところまで立てたのはやっぱり一番苦しかった時にね、折れなかったからと思うので、その折れなかった時がなんでかなって思うと、神様ちゃんと助けで送ってくださっていて、私本当に親から愛されなくて家族で孤独だったね。多分一人でもうどうしようもなく孤独だった時に教会行って祈ってもらって、なんかその親の世代の方たちから祈ってもらったのね。でそのお母さんだからその祈ってくれた方たちも親の気持ちをすっごい分かってて、なんか私は愛されてないと思ってたけど親って何があっても子供を愛するんだよっていう風にすごい自信を持って言ってくれたりとか、なんかそこでも母の気持ちに自然に立ってすごい話をしてくれる方がいたりとか、でも同時に私のことをこう娘のようにね愛して母親的な存在として愛してくれた方がいて、なんかそういう助けでも神様ちゃんと用意してくれたんだなと思って、でこう今考えるとだからそこを折れずにここまで導かれたなっていう。そう本当に感謝。そう乗り越えられない試練はないってあるしね、聖書にもね。それやっぱすごいこうUFO自身も体験したんで、そうだね。じゃあ最後に、このラウレアタイムズを見てるみんなにこの見てるみんなの中にも多分自分一人がクリスチャン、家族の中でクリスチャンで、信仰もし続けるのすごい難しいとか、こうある意味迫害みたいな感じで攻撃受けたり、すごく苦しみの中にいる人ってたくさんいると思うんだけれども、UFO だからこそ励ませることっていうのもたくさんあると。最後にちょっと、その皆さんに励ましのことがあれば。すごく厳しい家庭の中で一人、私もなんで最初に私が選ばれたんだろうっていう風に葛藤したし、孤独をすごく感じたし、なんか自分だけすごい異質の存在みたいな孤独の中ででも神様のために生きるってどうやってやるんだろうって模索して成長できるように自分でなんとかやってきたっていう感じで、なんかこれと言ってこうするといいよみたいなアドバイス本当にできないんだけど、でもその孤独の中でも神様は本当に皆さんのことをご存知で、その傷とか通ってきた道とかその苦しみすらも皆さんと同じように感じておられると信じているので、その孤独だって感じる中でも神様は一緒にいるっ
でその神様が私が見てるその皆さんが見てる現実とか今の状況よりももっと大きな計画を持って本当にいい神様だから本当にもっと何十年とかかかるかもしれないけどでそれ信じるのも本当に大変だしそうちょっと待ってダメだ最後まで泣かないといけないちょっとそうだよね。そうでも少しずつ働かれていることを感じられるように私もお祈りしてるからそう本当に一人じゃないよっていうのを伝えたかったです。でその教会に行けば聞いてくれる人もねいろんな視点から話してくれる人もいるから心に許せる人にぜひその心の内を打ち明けたらいいんじゃないかなと思います。はい以上ですねすごいやっぱピエンピエン声でパオンピエン声でパオンそっちごめん鼻炎って聞こえた実際よくれたな。いやないっすよもう付け足すことなんかないですよ無理ですよいやねあれまあ思ったことがいやもっとさっき言ったし、なんか何言っても余計なことな気がするそんなことないよいやそんなことないよまあ UFO の話をね聞いたことある人は、まあ、勝利だったりはね、聞いたことがあるから葛藤を抱えてるっていうのがあったけど、でもUFO がいい子でいなきゃっていうところがこう小さい頃とかあったから、だからまあそこはそこでこうなんだろうな強くあろうとするというか、良くも悪くもね、そういう部分があったと思うから多分そういう葛藤があるって知らなかった人もたくさんいると思うし、で試練の中でこう強くあらなきゃいなきゃいけないって、思うところもあると思うんだけど、でもそこでこういう人がね素直にそういう思いもきっとあるんだろうけど、ありつつもでも辛い、難しい中にいるって、素直に、このシーズン心を注ぎ出せたこと、またそれをシェアできる何よりも神様だけど、また神様が備えてくださった人たちにそれを話せたのってすごく大きいんじゃないかなと思うから、だからまあその家族のことだけじゃなくて他のことに関しても、なんかクリスチャンだから強くいなきゃってね、きっと思ってる人たちがたくさんいると思うから、でも一番はその弱さのうちに神様が強く働かれる、ことだと思うし、そうそう今日もなんか聖書読んでて盲目の人の人生のうちにこの人にこういうことが起こったのはなぜですかって、この人の罪のためですか、この人の親の罪のためですかって書いてあるけど、でもそうじゃなくて神の栄光がこの人たちに表されるためだって言ってて、そうそうだから人はいろんな状況を見てこれはなんかこう良くないとか罪の現れだとかそういうふうに思うことがあるかもしれないけど、でもその時に神様この願ってない状況はなぜですかって言った時に神様を見つめた時にそこに私の栄光を表すよって言ってくれるのかなと思うと、いやねちょっとこっちがやばいそうと思ってそうだね、励まされました。はい、ね。いや本当神様ありがとうですね。母とかいや本当にUFOね、なんかすごいまだまだ葛藤の中にいてすごいやっぱシェアするの難しかったと思うけど、いやこのラリアタイムズに来てシェアしてくれて本当にありがとう。本当にありがとう。私にとってもいい経験になりました。ありがとうございました。本当に人に伝えるってね、自分でも自分のためでもあるかなって思う。やっぱり言葉にするとそうだね、そうだったんだって思う、自分の中でもね。で改めて神様ってこんなにいい方なんだなっていう風にねリマインドさせられるなと思います。ね、これからのね祝福を祈ってるし、
ねでまたこれからのねなんかUFO と家族との関係とかをなんかね見ていくのもすごいなんか楽しみだなって、もちろん祈り続けるし、でもこう神様がこう徐々にねこう良いことをたくさんね、最初の嬉しかったことでひーちゃんがね教会に来てみんなでご飯食べてくれたっていうのも、もう本当にそれこそプレイズリポートだもんね。そうだね本当にそうやって見ていけるのがすごい楽しみです。はい。また数年後にはいぜひぜひね本当にね証としてまた持ってきてください。はい、ということで今日のゲストは森川ゆいほちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、というわけで今年のラウレアタイムズは今日で最後でしたけれども、2021年皆さんラウレアタイムズを見てくださって、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日も励まされましたけどね、いろんな励ましを皆さんに届けられたかなと思いますけれども、ね、ぜひぜひまだ見てないバックナンバーがあったら欲しいですね。ぜひぜひ、このお休み中にね、お休み中にね、年末年始に皆さんでもね素敵なクリスマスと素敵な年末を皆さん過ごしてほしいなって思います。はい。去年覚えてますか？変な変なって言わないでよ。なんでだろうね。なんでそれが生まれたのかわかんないけど、メレカリキマカとそのラウレアっていう意味がその幸せとかハッピーっていう意味なので、ハワイ語で。なのでハッピーニューイヤーじゃなくてラウレアニューイヤーになった。なんでこれが分かんないよね。自分たちでも覚えてない。ぜひ皆さんバックナンバー見てください。僕らも見よう。なんでだろう。まあ、というわけで今年の最後はね、メレカリキマカのラウレアニューイヤーでいきましょうか。はい、そうですね。じゃあ皆さんも一緒にやっていただきたいと思います。ゆいほさんも一緒に、お願いしますね。じゃあメレカリキマカーって言って。オッケー。わかりました。それでは皆さん、メレカリキマカ and ラウレアニューイヤー。なんでだっけな。皆さん良いお年を。メリークリスマス。バイバイ。